イスラム教スンナ派において重視される4方言。イントロダクション。イスラム教スンナ派において、方言は信仰と実践の基礎となる重要な要素です。イスラム法の解釈と適用において、スンナ派が重視する4つの方言について、ズンダモンと四国メタンの対話形式で詳しく見ていきましょう。第1の方言クルアーン。イスラム教の方言って何なのだ？まず第一の方言はクルアーンなの。これは預言者ムハンマドが神から受けた啓示を記録した聖典なの。全114章あってアラビア語で書かれているの。一神教としての信仰、善行の重要性、社会正義の人生の指針になる教えが含まれているのよ。クルアーンはどうやって伝えられたのだ？ムハンマドが天使ジブリールを通じて神から受けた啓示は、最初は口頭で伝えられて、その後信徒たちによって書き留められたの。ムハンマドの死後、第3代カリフのウスマーンの時代に今の形に編纂されたのよ。すごく大切な本なのだな。第2の方言スンナ。次は何なのだ？第2の方言はスナよ。これは預言者ムハンマドの言行や生活様式のことなの。具体的にはムハンマドの日常的な行動、宗教的実践、それから他者との関わり方のあらゆる面での模範的な生き方を意味するのよ。スンナはどうやって知ることができるのだ？スンナはハディースという伝承集に記録されているの。ハディースにはムハンマドの言葉や行動、また彼が黙認したことが信頼できる伝承者の連鎖とともに記されているの。特に信頼性の高い伝承集としてブハーリーとムスリムの編纂したものが有名なのよ。預言者の生き方を詳しく知ることができるのだな。第3の方言イジュマー。3つ目は何があるのだ？第3の方言はイジユマーよ。イスラム法学者たちの合意を指すの。特定の時代における学者たちがある法的問題について一致した見解に達した場合、それは方言として認められるのよ。どんな場合にイジュマーが必要になるのだ？クルアーンやスンナに明確な規定がない新しい問題が発生した時にイジュマーが重要になるの。例えば今の医療技術や金融取引に関する問題なんかがそうね。みんなで知恵を出し合って決めるってことなのだな。第4の方言キアース。最後の方言は何なのだ？第4の方言はキアスといって、新しい問題に対して類推による理性的な解釈を行う方法なの。既存の法規定がある事例と新しい事例を比較して、その類似性に基づいて判断を下すのよ。具体的にはどんな例があるのだ？例えばクルアーンではお酒が禁止されているけど、今の麻薬についてもその害悪の類似性からキアースによって禁止と判断されているのよ。時代に合わせて考えていくのだな。まとめ。スンナ派の4方言は、クルアーン、スンナ、イジュマー、キアースからなり、これらが相互に補完し合いながら、イスラム法の基礎を形成しています。この体系的な方言の考え方により、伝統的な教えを守りながらも、現代社会の新しい課題に柔軟に対応することを可能にしているのです。また、これらの方言は優先順位を持っており、より上位の方言に反しない範囲で下位の方言が適用されます。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは宗教にまつわる情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。世界の宗教に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。